回も前回に引き続きこちらです。ダイソーさんのパティシエ200円商品ですね。80g 約130メートルあります。アクリル 100% で、カラーナンバーはストーン。そしておすすめのかぎ針サイズは8号となっています。で、今回こちらもたくさんあるので消費していきます。これは2本取りで編んでいこうかなと思います。もうすでにね、2玉目ちょっと真ん中から出してしまったので穴が開いていますが、色味がねずれていってもそれはそれでいいかなと、可愛くなりそうな気がするので、2本取りにして編んでいきます。途中からねだんだん色がずれてくると思います。それはそれでよしとして編んでいこうかなと思います。今回使うのはこちらですね。7mm のジャンボ針、2本取りなので 7mm で編んでいこうと思います。1回巻きの円を作って、この円の中に少し長めの鎖位置を作ります。針に糸をかけたら輪の中に中長編み。中長編みは針に糸をかけて輪に針を入れ糸を持ってきてかけて3本一度に引き抜きます。この中長編みを編み入れます。2、3、4、5、6、はい、中長編みを8目輪に編み入れました。最初に作った輪の糸端ですね、これをぎゅーっと引き締めて、一番最初に作った中長編みの頭に針を入れて糸を持ってきて引き抜きます。引き抜いたらぎゅっと引き締めて2段目に行きます。長めの鎖位置で立ち上がって、この鎖位置はですね、目に数えません。針に糸をかけたら次の中長編みの頭ではなく、その後ろに1本糸がねあります。頭の後ろに1本糸があるので、ここに針を入れて中長編みで、最初の中長編みに一応ですねマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら円の編み方なのでどんどん大きくしていくため、また同じところに中長編みを入れます。この中長編みの頭の後ろにある1本通っているこの糸ですね、ここに中長編みを2目ずつ入れていきます。2本取りで編んでいるので上手に2本ねしっかりと取って編んでいきます。中長編みの頭の後ろの1本に2目ずつ入れていきます。はい、最後の目まで、中長編みの後ろのね糸に、中長編みを2目ずつ入れてきました。マーカーのついている最初の中長編みの頭に
針を入れて糸を持ってきて引き抜いてギュッと引き締めます。そして次、長めの鎖1で立ち上がったら針に糸をかけて、すぐ根元の中長編みの横に渡っている糸ですね、頭の後ろの糸に針を入れて、最初は中長編みを1目マーカーを入れておいて、次の目には増し目をします。円の編み方の法則を分かっている方はどんどんね円を大きくしていってください。3段目は中長編み1、中長編みの増し目というのを繰り返し編んでいきます。入れる目がね、頭の後ろ、この横に渡っている糸ですね。これを間違えないように編んでいきます。はい、3段目も最後まで編んできました。最後は増し目で終わっています。マーカーのついている中長編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてギュッと引き締めます。鎖1で立ち上がったら針に糸をかけて、中長編みの頭の後ろの1本ですね、後ろのこの1本に針を入れて、まず中長編みを1目編みます。マーカーを付け直して、次は中長編み1、中長編みの増し目、中長編み1というのを1増し1というのを繰り返し編んでいきます。増し目、中長編み1、このようにね糸を2本取りにしていると取り忘れなんかもあるので気をつけて編んでいきます。中長編み1、中長編みの増し目、中長編み1を繰り返します。全部で8回ですね。繰り返していきます。はい、4段目も最後まで編んできました。最後は中長編み1で終わっていますね。片方だけ白い糸に変わって色がね混じってきました。マーカーのついていた中長編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてギュッと引き締めます。でこんな感じで円を大きくしていくんですが、こうね鎖がぐるぐるとね残っていく編み方になります。もうちょっと円を大きくしていきます。5段目、鎖1で立ち上がったら針に糸をかけて中長編みの後ろ、頭の後ろに渡っている糸に針を入れて中長編みを1、マーカーをつけておいて、今1つ編みましたが中長編み3つ編んで、次は中長編みの増し目です。中長編み3、中長編み増し目というのを8回繰り返します。はい、5段目も最後まで編んできました。最後増し目をしましたので、最初の中長編みの頭に針を入れて糸を持ってきて引き抜いてキュッと引き締めます。
次6段目、鎖1で立ち上がって針に糸をかけ、すぐ下の中長編みの後ろ、頭の後ろですね、後ろ側に渡っている糸に、最初のところだけちょっと入れにくいですね。針を入れて中長編みを1つ、マーカーをつけ直してもう1つ中長編みを隣の目に編みます。中長編み2目編めたら増し目をして、次も中長編み2目です。はい、6段目は中長編みに増し目、中長編み2というのを繰り返します。はい、6段目最後の方まで来ました。最後は中長編みが2回ですね。増し目の後に中長編み2回を編んで、最初の中長編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。はい、6段目で直径が約15センチくらいになっています。もう少し大きくしていきます。7段目、鎖1で立ち上がったら針に糸をかけて中長編みの後ろの糸ですね、ここに針を入れて中長編み、マーカーをつけ直して、7段目は中長編み5回、中長編みの増し目というのを繰り返します。はい、中長編み5目編んだら次は増し目です。これを8回繰り返して1周回ってきます。はい、7段目も最後まで編んできました。中長編み5回、中長編みの増し目というのをね、繰り返してきました。最初の中長編みの頭に針を入れて、糸を引き抜いてギュッと引き締めます。今7段目。7段目が約直径17センチですね。もう一段編もうかな。鎖1で立ち上がって針に糸をかけたら、中長編みの頭の後ろ、横に渡っている糸に、最初の目だけ取りにくいです。針を入れて糸を持ってきて、かけて3本引き抜いて中長編み。8段目は中長編み3、中長編みの増し目、中長編み3というのを8回繰り返します。中長編み3、中長編みの増し目、中長編みを3、繰り返していきます。はい、8段目も最後まで編んできました。最後増し目、中長編み3回というのを編みました。最初の中長編みに頭に針を入れ、糸を引き抜いてギュッと引き締めます。このくらいにしようかなと思うので、あとはね、増減なしで同じように中長編みの頭の後ろに針を入れてどんどん編んでいこうと思います。直径が約 18.5、19ぐらいですかねになっています。このね、色の、2本取りにしたことで色の変わり具合もね、若干こう混じりながら変わっていって楽しくなりそうですね。ではこの後は鎖1で立ち上がって針に糸をかけ、根元の中長編みの頭ではなくその後ろ、
今までと同じようにこの横に渡っている糸に針を入れながら中長編みを増減なしでね、ぐるぐると編んで高さを出していこうと思います。それでは編み進めていきます。はい、円底を2、4、6、8段まで編んでですね、その後増減なしで、16段編んできました。そしてこれから持ち手を編んでいくので、このようにねマーカーをつけておきます。最初の、ここね引き抜いたところ糸が出ていますが、1目目から数えて2、4、6、8、9つ、10個目ですね。10目目にマーカーをつけて、このマーカーから次のマーカーまでが2、4、6の花と14目あります。そしてこのマーカーの次の目から次のマーカーの手前の目までですね、マーカーのついていない目、これが2、4、6、8と2、4、6、18目あります。で、こちらのマーカーからこちらのマーカーまでが反対側と同じで14目ですね。マーカーからマーカーの目まで。そしてマーカーのついていないマーカーの隣の目から数えて最後の目までが最初と同じ9目あります。こんな感じでマーカーをつけたので、持ち手をね編んでいこうと思います。この持ち手の幅もねお好きなところで作っていただいて大丈夫です。それでは今までと同じように鎖1で立ち上がって針に糸をかけ、すぐ下の中長編みの頭の後ろ側に通っているこの糸ですね。最初の1目目だけちょっと取りにくいんですが、ここを取って糸を持ってきてかけて3本引き抜いて中長編みですね。マーカーの手前の目までこの中長編みを編んでいきます。マーカーの手前まで中長編みを編んだら、私はね持ち手の長さを短めに編みたいので、マーカーからマーカーまでの目数と同じく14目にしようと思っているんですが、もっとね肩にかけられるようにとか腕をこうスッと入れやすくしたい方は14目よりね多い数の、鎖を編むといいと思います。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14目。私は14目にします。そして、マーカーのついている目の隣の目に針に糸をかけて、今までと同じようにこの中長編みの頭の裏側通っている糸に針を入れて中長編みをします。で、次のマーカーの手前まで中長編みで進んでいきます。前回出した、パティシエのねバッグと同じ持ち手の編み方になります。はい、次の目の、マーカーのね手前まで編んできました。こっちも同じように反対側とね同じ鎖の目数を編みます。
編めたらマーカーの隣の目から中長編みを頭の裏側に入れて編んでいきます。はい、最後まで編めたら最初の中長編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてギュッと引き締めます。そしたら、この後もね同じ編み方をしていきます。鎖1で立ち上がってすぐ根元の中長編みの頭の後ろ糸を入れて、針を入れて中長編み、今までと同じようにね進んでいきます。はい、持ち手の鎖まで進んできました。この鎖は、裏山をね取って進んでいきます。中長編みで鎖の裏山に編み入れていきます。はい、鎖編みに中長編みを入れてきました。で、次からまた中長編みに中長編みを入れていきます。ずっとね同じように進んでいって、反対側の鎖のところですね、裏山を取って同じように編んでいってください。はい、持ち手の鎖の部分にすべてね中長編みを入れてきました。最初の中長編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めたら、この後、好きなね持ち手の幅になるまで今までと同じようにぐるぐると編み進めていきます。はい、持ち手の鎖の上に、私はね3段編みました。これで終わりにしようと思うので、最後の中長編みを編んだところから糸端を伸ばして針を抜いて、最後ね、はい、はい、鎖編みをしてから持ち手の部分ですね、私は中長編み3段にしました。そしたら最後の中長編みを編んで糸をカットして、ここね最後はチェーンつなぎをしたいと思います。とじ針に糸を通したら、一番最初の中長編みの頭がここにあるんですが、その隣の中長編みに頭にですね後ろから針を入れて糸を持ってきて、最初の中長編みの頭と同じくらいのサイズになるようにここね鎖を作ります。で、最後の中長編みの頭に上から針を入れて、今まで取ってきたこの裏の1本ですね、ここに針を通して、で、できればこのね最初の中長編みのこの横の今まで取って編んできた糸ですね、こっちに針を通してつなげて、でこの鎖も大きさを揃えてですね糸始末をします。なるべく、このね編んできた糸の割るようにですね、糸を割るように針を通して糸始末をしていきます。
い、糸始末が終わったらこれで完成です。2本取りでね編んできたので、結構厚さもあってしっかりしたバッグになっています。で、私の場合はこの辺りですね、このカーキっぽい茶色っぽい色のあたりで、2本取りで使ってきた2玉がですね終わってしまったので、さらに2玉追加して2本取りでずっとねつなげて編んできました。なので全部で合計4玉使っているんですが、残りの2玉ね結構余ってしまったので、これはこれでまたね残り糸を使って別のものを編んでご紹介しようかなと思います。はい、ではちょっとサイズをね見ていこうかなと思います。表面にねこのように鎖がだーっと残っていく編み方なので、とっても可愛くて面白い表情になっていると思います。で、グラデーションの糸を2本取りにしているので、こことかね、この辺りとか、ここもそうですね、ちょっとずつここもそうですね、色がね混じっていくのも楽しいかなと思いますね。底の直径ですね、途中でも測っていたと思うんですが、8段ですね編んだと思うのですが、約22センチくらいですかね。本当に約という感じですね。はい、平置きにした状態で横幅が約28センチですね。で、高さがだいたいこの白いラインぐらいからですかね。バッグを立てた時、一番下の白いラインから22センチから23センチくらいのねバッグの高さになっているかなと思います。で、こんな感じで見てわかると思うんですが、2本取りで編んでいるのでね厚みがあります。そしてなんとですね、中の糸始末はまだしていないんですが、ここ中心ですね、これもしっかり糸始末してください。これね裏側がめちゃくちゃ可愛い編み地になっています。こんな感じで棒針編みをしたようなね、ひょろひょろひょろっというこんな感じのね編み地になっているので、裏は裏で可愛いんじゃないかなと思います。糸始末をね、つないだ部分とかしていないところがありますが、裏もねすごく可愛いです。面白い編み地になっているので両方楽しめるんじゃないかな、ということで、こんな感じでね簡単な中長編みで、バッグを編んでみました。しっかりしているのでね編みかけのものを入れてお家の中でね移動する時なんかに使うバッグにしてもいいと思います。よかったら参考にしてみてください。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。